よし来た、よし来た、よし来た、よし来た。あ、やばいやばい、これはやばい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 。はい、今日は鳥羽の加瀬にやってきました。これね、船に見えますけど、カキ棚の養殖棚につけてあります。今日の餌はカキです。大物釣り、石鯛を狙います。まずは蒔絵作りからね、4つか5つぐらいこういう感じで潰して、OK。そしたら釣り場に巻いていきます。使うロッドとリールなんですけれども、こちらバトルゲームかぶせ釣り専用ロッドです。リールは2500番から3000番ぐらい、そんなに重くないものを使います。合わせる時にね、軽い方が使いやすいということで、ラインは 2.5 号張ってます。あんまり太いと当たりが少なくなるみたいです。針は伊勢山の13号、この辺はチヌを狙うのと同じですね。正直スピニングでかぶせ釣りをするっていう経験がないので、ちょっとタックリに慣れる時間も必要かなと思います。この辺の牡蠣とかはね、渡船屋さんに用意してもらえるパターンがほとんどです。今回も用意していただきました。ちなみにこの牡蠣ナタは釣り具屋さんに売ってます。こんな感じでプリント割ることができます。で、ちょうどね、今もう春の牡蠣になってるんですけど、春の牡蠣はね、卵を持ってきて、少し柔らかくなってるので、身切れだけ注意しましょう。牡蠣を半分割ってめくって裏側から刺します。はい、こんな感じ。めっちゃ簡単です。これをゆっくりゆっくりテンションをかけながら落としていって、そこについたら張らず緩めずで当たってる。おー、当たってた合わなかった。ちょっと油断してたかも。油断大敵。当たりがなかったら誘って落とす。今のも当たりだけどね、ちょっと船頭さんがいてくれてるので、しばらく教えてもらうことにします。わかんないことはもうすべてこの時間に聞くのがいいね。おあ、乗った気がする。よいしょおあー、乗りましたね。トントンしてる。おいいフグですねいいフグはいはいやった本当ですねちょっと動画撮られて。いやもちろん。あ、来た。嘘来たなんかフグじゃないかもしれない。マジですか。はい、わかりました。おー、本当に来た。本当に来た。なんかさっきのフグじゃない。なんか変な引き。はい、わかりました。なんかそんな大きくないよ。何これなんか違うなんか変なカクンカクンした引きでしたもん。取れました黒アナゴじゃないかなと。美味しくないよな多分。君はリリースだ。ありがとうね。はい、バイバイ何するんやなんかよくあるんですよ。私なんかみんな釣らないのになんでこんなん釣るのっていうの何回もあるん来た
また来た。あ、これちょっと重いよ。あー、やっばこれ来たかもしれない。おーいこれ来たかも。はい、ドラグちょっと、はい、やりますね。あ、入られる入られました。はい、やばい、入られる。あー、強いっすね。これ強引にやれるのこれ。お、よいしょ。はい。お、はい。あー、これは切れた切れた切れました。あれさ、はい、ちょっと後ろ向いて、はい、どうしてもあっちに逃げるもんです。はい、そうですよね。絶対逃げる。なるほど、わかりました。ちょっと今ドラグ調整を失敗したんで、もうちょいドラグをこんぐらいで。あれを出すのは無理やもんいうはずやはい、かなりだけど、はい、でも見とったら多分もう50わかりました。あ、切れちゃってますね、やっぱ。はい、はい、わかりました。もう帰って。はい、大丈夫大丈夫ですよ。もう、はい、ちょっと頑張りますね。来た来たよ。来たこれはなんかはい、そうですね、そうですよね。でかいね。美味しいんだけどね、私さばけないんで、さばけたら持って帰りたいんだけど。はい、フグちゃんです。わー、フグちゃんは釣れるよ。カキ好きだからね。よし、でかいよ。いいサイズです。ただこれはリリースですね。ほい、バイバイ。やっぱりカキ棚に住んでる魚っていうのはどれも大きいですね。まあでも当たりがあるのはめっちゃいいことなので、またちょっと違う魚を釣っていきたいものですな。お、結構ちょっと重いよ。なんかちょっと重いかも。うわー、これなんだろう、なんかでもプルプルしてるけど、イカダの中入りますね。イカダの中に入られる。切れないで、お願い。切れないで。何？なんだよすれがかり。君もいるのか。アイゴです。ヒレに毒があります。刺されないように気をつけないとね。あー、怖い。よし、取れた。怖い。うい、さよなら。いい引きしたと思ったらアイゴですか。すれがかりね。来た。うわーい、来たー。よいしょ。あ、やばい、これはやばい。よいしょ。あー、見えたよね。今見えたよね。ちょっとよっしゃー、やったー。よっしゃー、やったー。
めてイシダイ釣った嬉しい、マジ嬉しい。この大きさ、そして引きの強さ、めちゃくちゃパワフルでした。口すごいね。手が震える。よし、さらにサイズアップ狙っていきます。もうちょっと大きいの釣りたい。これ美味しいんだよ。嬉しい。やったー。よし来た、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 来たよ。久しぶりに当たり。よし、よし、絶対取りたい、絶対取りたい、絶対取りたい。よし来たー。危ない危ない危ない。よいしょ、よし、危ないよっしゃー、やったやったー、2匹目。いやー、サイズは同じぐらいかな。アベレージサイズ。イエス、きたー。やった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 よーし、来ましたね。口がすごいね君は。よーし、はい、2匹目ゲットです。めちゃくちゃ楽しいです。さすが引きが強い。はい。いやー、やっぱりね、特徴的なこの最初の引きの強さがありますね。でもタックルチヌザオだったら取れないと思うんで、もう合わせてもう勢いよく中に潜られたら、もうちょっと立ち上がってゴリ巻きするっていうね。やっぱりスピニングリールと強度のあるロッドの力が生きてるんでしょうね。女性の私でもなんとか取ることができました。まあただやっぱり50センチを超えるともしかしたら厳しいのかもしれない。最初の方にバラしたやつとかもうちょっと重さあった気がするんで、やり取りね、難易度が上がるんじゃないかと思います。今なら取れそうだ。今の私なら50を超えてもいける。サイズアップ目指したい。また当たってる。来た来た来た。よし来たよ。何これ。絶対次第だと思ってしまった。はい思ってしまいましたがフグでした。今回の戦利品は、イシダイです磯釣りの王者とも言われるイシダイ。サザエやウニを餌にした底物釣りとして有名ですよね。サイズが小さいほどしましまがはっきりしてるんですけれども、大きいものはそのしまはほとんど消えます。口だけ黒いので口黒と呼ばれて、釣り人憧れの魚なんですよね。ということで今回はこちらの魚を使って美味しい料理を作っていきますまずは鱗を取っていきます。表面ヌルヌルしているので滑らないように要注意。鱗はかなり細かいですね。頭を落とします。うわ、肝があった。肝が、骨が結構硬いです。とりあえず胆のを取っときます。これ苦いので、ほら、なかなかに発達してます。わよっしょー。はい、綺麗。すごい身が綺麗です。腹骨を取っていく。中骨を取ります。皮を引きます。これ皮美味しいんだろうな。斜めに薄く切っていきます。そしたらこちら皮面を炙ります。いいね、いい感じ。めっちゃいい感じです。パチパチいってるし。そしたらすぐに冷やします。お皿に盛ります。いや待てよ、皮もあるよね。湯引きしたい。だいたい30秒ぐらいでいいのかな。おー、油浮いてる。うわ、すごいね。
オッケー。水気を拭いたらなんかくるんくるんですけど食べやすく切ります。細ネギ。オッケー、できました。イシダイの2種類のお刺身と皮の湯引き完成です。イシダイってなかなかスーパーでは見かけないので、新鮮なお刺身が食べられるのは釣り人の特権なんじゃないでしょうか。いやー楽しみ。いただきます。うまっ。めちゃくちゃ脂乗ってる。びっくり。身の弾力と甘さみたいなの感じます。めっちゃ美味しいです。磯の香りがするのかなと思ったんですけど、全然臭みも感じません。本当にお刺身美味しい。炙った方も行ってみましょう。うわー、別物。炙るとこう皮と身の間の脂を感じますね。じゅわってする。皮が香ばしくてコリッとしてて、私この炙りの方が好きかも。歯ごたえもいいですね。はい伊勢を代表するビールメーカー伊勢門さんのかぼすビート、これ初めて飲みます。大分県産のかぼすを使ってるんですって。絶対お刺身にも合うよね。おー、色は薄めですね。香り爽やかです。お待たせしました。乾杯。飲みやすい。めっちゃ美味しい。めっちゃかぼすです。苦味がかなり抑えられてて、ビール苦手な人にもおすすめ。そしたら、もみじおろし、みつかん味ポン。味変ですね。うますぎる。このポン酢の酸味、さっぱり、そしてもみじおろしのピリッとくるね、辛さも最高によく合ってます。湯引きもいっちゃおう。ちょっと美味しすぎますね、イシダイ。日本酒でもいいね。はい、あっという間に食べちゃいました。ということで、さらに料理を作っていきます。きゅうり角切りにします。アボカド、お魚にもよく合う食材です。絹さや筋を取ってさっと湯通ししたら切っておきます。お米にお水を入れて炊飯します。火が消えたらタオルに包んで保冷バッグに入れて蒸らします。炊きたてのおほほ、美味しそう。よそいまして、特級すし酢、赤酢ですね。初めて赤酢って使うんだけど、普通のすし酢でももちろんいいです。器にのせる。イシダイの刺身、エビ、マグロのぶつ切り、アボカド、きゅうり、さやえんどう、イクラをのせる。錦糸卵忘れてた。敷き詰めたかったのに。ごまを振りかけて、刻みのりちょんとのせたらできました。ちらし寿司完成です。イシダイをはじめに具材をたっぷりのせて豪華に仕上げました。初めてイシダイを釣った記念日ということで、お祝い気分でいただきたいと思います。こちらの切り身に塩を振っておきます。表面に水分が浮いてくるので拭き取ります。にんにく輪切りにして中の芽を爪楊枝で取っておく。このひと手間、それが一番大事。オリーブオイルちょっと多めに、にんにくを入れて弱火でじっくり火を通します。香りが出てきたら切り身を入れて、あさり入れて、安い白ワインで大丈夫です。入れまして塩コショウをしたら蓋をします。全体に火が通って、わーはい、あさりが開いたらイタリアンハーブミックス、彩りと香り付けですね。よし、オッケー。あっという間にできました。イシダイとあさりの酒蒸し完成です。今回は少し洋風寄りに仕上げてみました。あさりも開いてとっても美味しそうです。あとハーブのいい香りもしてます。火を入れたイシダイの味はどうなんでしょうか。アラを入れる。熱湯をかけて鱗をこすった皮ね。お水を注ぎまして火にかける。アクが出てきたら取りますねと思ったけど、アクがそんな出ないな。出たらね取りますね。肝
入れていきます。わーい、めちゃくちゃ便利です。だし入りのお味噌ですね。だしパック入れなくてもお味噌汁ができる。さらに火にかけます。お味噌が溶けて肝に火が入ったら、よし、ネギをたっぷりのせてできました。イシダイの肝入りあら汁完成です。さっき調べたらイシダイの肝美味しく食べられるみたいなので、お味噌汁に入れてみました。白だしと絶対相性いいと思うんですよね。身も心も温まる一品です。はい、完成しました美味しそう。開けます。すごいね。めちゃくちゃ美味しそうじゃんこれそれでは早速いただきます。酒蒸しいきましょうかね。はい、いただきます。美味しい。ニンニクとオリーブオイルの香りがいい。酒蒸しは簡単にできるのにこんな美味しい。あさりもうまイシダイは火を入れても旨味がありますね。繊維一つ一つにやっぱり油の甘さみたいなものを感じます。ハーブの香りも効いてますね。すごくなんかおしゃれな味になります。そしたら肝も入れますね。よし、こんな感じで熱々です。うわ、うまい、うまい、すごいうまい。これなんか普通のお味噌汁と違うな。とろっとしてますね。皮かな。いや、うまい。やっぱプルッとしてる。身は上品でその癖がそんなにないんですけど、脂乗ってて甘み感じるんで、それがこうね、味噌汁にも溶け出してめちゃくちゃ美味しい。肝もいってみる？肝にはちょっと磯っぽさを感じますね。すっごく濃厚です。後を引く味っていうか、かなり残りますね、しっかり。はい、ちらし寿司お醤油かけますね。お刺身にかかってないので少しだけ、いきます。いろんな味がするおいしい。赤酢やっぱちょっと味違うな。コクがありますね。このイシダイとイクラのハーモニーも、かなりいいです。これマグロ、キハダマグロだってね。キハダもいつか釣ってみたいですね。美味しい。いやー、今回も全部おいちぬこごちそうさまでした。今回は三重県の加瀬で牡蠣を使ったかぶせ釣りの動画をお届けしました。いや、いろんな魚が釣れて楽しかったんですけれども、まさかイシダイが現れてくれるとは。上がってきた時にこのしましまが見えた時は本当にドキドキしましたね。正直今年釣ってみたい魚の中にイシダイが入っていたので、目標達成ということで最高の気分なんですが、ちょっとだけ欲も出てきちゃってるので、60センチを超えるような口黒もいつか釣ってみたいと思っています。ということでご視聴ありがとうございました。